こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は新しい政権の下において外国人政策の基本方針というのが決定発表されました。今回はですね、以前と打って変わって今までの強制という部分から秩序という部分に大きく方向転換をしておりますので、今後日本における外国人政策が大きく変わっていくと考えられます。今回の概要ですけれど、まずは増えていく日本の在留外国人ということで、外国人比率 10% というのが見えてきたという内容について。そして今回発表されました外国人政策の基本方針ですけれど、強制から秩序へ方向転換をしておりますので、その内容について。そしてこの基本方針、大きく3つ柱が考えられますので、それぞれの柱の内容についてご紹介をして、最後に外国人の方はもとより外国人を雇用する日本人の方も注意をしてほしい、チェックしておくべきポイントをご紹介をしていきたいと思います。まずは外国人比率 10% 時代へということで、日本における在留外国人というのは年々増加をしてきているというのはご存知かと思います。今現状過去最高をまた更新をしておりまして395万人、約400万人になっているという状況になっております。そして日本の人口は1億2000万人になりますので、外国人比率単純計算をすると約 3.3% ほどという形になっておりますが、今現状の予想では2040年には 10% を超えるのではないかという意見も出てきております。そしてもうすでにですね、27の自治体では 10% を超えているところがあります。この増加する外国人に対してですね、やはりもうすでに日本政府としては、地域社会での摩擦の軽減、そして共生環境の整備というのに取り組んではきている。そして外国人としては、管理は在留カードで管理。また、居住をする部分ではマイナンバーカードで管理といった形で行っておりますけれど、これらの管理手続きが分断をしている部分に関しては、在留カードとマイナンバーカードの一体化といった形で、事務手続き、簡素化といった部分が進められてきているという状況になっております。そして今回新たに発表されました外国人政策としての基本方針ですけれど、こちら毎年見直しがされております。もともとはですね、2019年に作られました特定技能制度に合わせて、2018年に総合的対応策として作られたのがきっかけになっておりますけれど、当初はですね、受け入れですとか強制というのを強く前面に出しておりましたけれど、今回新しい政権においては強制から秩序へ転換をしております。従来はですね、すべての外国人を孤立させることなく受け入れていくといった強制の理念から、今現状はですね、ルールを逸脱する行為や制度の不適正利用に対処する必要ということで、秩序を前面に押し出して方向転換をしております。そしてその内容としては大きく3つ。1つ目は外国人の受け入れについて。2つ目は制度の適正化について。また3つ目は国土の適切利用についてという形になっておりまして、後ほど細かく見ていきますけれど、外国人の受け入れに関しては在留資格問題、退去強制問題、そして不法滞在問題といったものがあります。また、制度の適正化に関してましては、税や社会保険料、医療費等の未払いというの問題、また、民泊における無届の民泊営業、また、地方における外国人観光客のオーバーツーリズム問題、そういったものに対して触れています。そして3つ目としては、国土の適切利用ということで、土地購入における取得のルール化、また、各種国籍把握のルール化といったものが記載をされております。ではですね、具体的にそれぞれどのような内容になっているのかを見ていきますけれど、まずは外国人の受け入れに関しては、以前も別の動画ではいくつかご紹介はしておりますけれど、永住に関しては日本語能力を求めていく。また、帰化申請に関しましては、居住要件というのを5年から10年に伸ばしていく。
また、退去強制に関しましては、今現状は1年以上の実刑、もしくは薬物犯罪等をした場合に限られておりますけれど、それをどんどん拡大をしていって、退去強制範囲を拡大をする。また、外国人労働者の受け入れに関しましても、当初、作っておりました案からですね、少し制限を厳しくしておりまして、上限は実質引き下げという形になっておりまして、テクト技能に関しては80万人、今後スタートをする育成就労に関しては42万人の合計123万人と設定がされました。そしてですね、首都圏への集中防止のために、それ以外に首都圏でそれぞれ枠も設ける予定ではありますし、当然ですね、分野別での人数上限というのもある。そういった形で外国人雇用というのを少し制限をしていって、日本人の雇用を守るという流れになってきております。その他ですね、全般的には在留資格審査厳格化の方向にあります。在留資格によっては日本人給与同等以上という要件が課されているものがありますけれど、こちらはもう書面だけではなく実態も見ていくような形で動きがありますし、資格外活動、留学生等の場合はですね、今包括申請になっておりますけれど、個別申請になるといった話もあります。また、留学に関しても適正な留学、勉学といったところになりますので、出席状況等の把握も厳格に行っていくという流れになっております。一方で、制度の適正化に関しましては、今回、外国人政策の基本方針の柱で一番大きいのはこちらではないかと思いますけれど、外国人の在留審査と公的義務の履行状況の紐付けといった形で、やはりですね、マイナンバーを利用して納付情報等を入手をして、今後ですね、未納がある場合には在留資格の更新を認めないと。また、医療費の不払い問題もありますけれど、その場合はですね、在留資格の更新をしない、もしくは上陸を拒否するといった基準を20万円から1万円に厳格化をしていくという流れ。民泊に関しましてもですね、無届営業というのがあって、近隣トラブルがありますので、2026年度中に一元管理のデータベースを構築をしていくという流れになっております。その他ですね、生活保護の運用の適正化といった部分もありますけれど、こちら、今現状日本における生活保護受給者のうち、外国人の割合は約 3% ほどにはなっておりますけれど、この外国人の生活状況、在留資格状況等を把握をして適正に生活保護制度を適用していくという形になっております。今現状生活保護に関しては日本国民のみとなっておりますが、特例でですね、一部の外国人には適用されているという状況になっております。そして国土の適切利用ということで、こちらに関しましては、具体的な案は夏に先送りという形になっておりますが、今問題になっているのはやはり国土の適切利用ということで、自衛隊の基地ですとか原発水源地周辺などの土地の購入が外国資本によって行われて安全保障上懸念があるというふうに言われております。また、高値での物件の購入によって地価や家賃の高騰で経済生活への影響が出てきている。また、購入の不平等ということで、やはり海外において日本人が購入する場合と、日本の土地を海外の方が購入する場合で、やはり規制があるかないかといったところがありますので、やはり諸外国に合わせて購入の規制をかけていって、不平等感をなくしていくといった部分もあります。こういった形でですね、外国人政策、様々なルールというのを設けていく予定ではありますけれど、外国人だけに限ったことではありません。日本人においてもですね、不法就労助長罪というのがありまして、2024年に厳罰化されております。もう知らなかった、うっかりしていましたでは通用しません。在留資格の内容と就労している業務内容の適正な管理というのは求められてくるかと思います。また、外国人のオーナーであるか否かに関わらず、外国人労働者を使用して派遣をしている場合はですね、外国人派遣の調査というのもスタートをするという形になっておりますので、今後、外国人労働者が適切に就労しているかどうかのチェックというのも厳しく求められてくるという状況になっております。在留する人のみならず、在留する外国人を雇用する側も今後実態調査、そして厳格な対応が求められてきます。
また、さらにですね、雇用する側は仕事だけではなくて、社会と共生をするための支援も不可欠になっていきますので、注意が必要です。やはり自分の前の会社ではどうだったら、どうだかというふうに問題になるかと思いますけれど、やはり自社の対応はと思ったらですね、制度の内容ですとか対応というのは会社の規模や業種、状況によって異なりますので、対応を検討してみたいですとか、自社の場合はどうなるのかといった気になる点があればですね、ぜひご相談をしてください。まずは情報収集から始めてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。